はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今回は豚さんの顔の動画です。漫画とかアニメでも豚のキャラクターって多いですよね。絵では見たことあるけど、実際の豚の顔をよく見たことってあまりないですよね。豚の顔がどんな構造をしているのか、さばきながら解説します。それでは早速やっていきましょう。これが豚の顔です。表面の毛は軽く処理されています。焦げているのでバーナーとかで処理したみたいです。こうやって近くで見ると肌の感じとか生々しいですよね。以前豚の丸焼きをしましたが、その時の豚と比べてもかなり大きいです。あれは小豚だったのでほとんど顔に食べるところがありませんでした。なんか最近こんな感じのキャラクターいましたよね。あれはイノシシですかね。人間の頭と比べてもかなり大きいです。沖縄だと売っていたりしますが、本島だとこの状態で売っていることは少ないです。結論から先に言いますが、この状態で買ってきても手がかかるからあまりおすすめはしません。食べられる部位も限られているので、好きな部位がある人はその部位だけを買った方が安いし楽です。一度さばいてみるのも経験だと思うので、バーベキューとかでみんなでさばくのも面白いかもしれません。何かの時に使えるかもしれない無駄知識として見てください。それではカットしていきます。せっかくなので半分だけ皮を剥いでみましょう。まずは耳を切るとこんな感じです。耳側としてもらうのはこの部分です。豚の耳は結構泥などが入っていて汚いので注意しましょう。頭の真ん中から包丁を入れて皮を剥いでいきます。骨に沿わせるように包丁を入れて皮を引っ張っていくと上手に剥けます。ここが頬肉です。で、鼻。この辺がまた鼻先の肉ですね。まだちょっと見えてないけど、この辺こめかみ、リップ、耳。で、ここがトントロ、ピートロとか言われるところ。半分に切るとこんな感じです。次に頭肉を取ります。頬とかこめかみとかこの鼻先部分とかはまとめて頭と呼ばれています。業者さんによっては頬とこめかみで分けて取れる場合もあります。こめかみ部分は下顎と上顎を分割しないと取れないので、反対側の皮も同じように剥いていきます。皮が剥けたら下顎と上顎を外します。この上顎の根元の部分に喉頭がついています。次に頭骨を割ってブレンズを取り出します。詳しい取り出し方は以前のブレンズの動画で紹介しているので参考にしてください。次に顔の皮についているトントロを取り出します。お肉の本とか見るとトントロって首のお肉としか書いていないので場所が分かりづらいです。なので思っていたよりトントロが横にあってびっくりした覚えがあります。もっと首の後ろ部分なのかなって昔は思っていました。あとはトントロの余分な脂部分も処理します。以上で分割は終了です。せっかくなので豚は声以外食べられると聞くので目玉も取り出してみましょう。頭骨の上と下です。この辺は端材です。脳みそが1つと目玉が2つ、喉頭1つと、頬が両側とちょっと、ばらけちゃいましたがこめかみ、あと鼻先の辺のお肉ですねとトントロと、両側の顔の皮です。耳側と鼻、あとリップとかついてます。それでは分割した部分を食べやすいようにカットします。今回カットした顔の皮部分は後日別な動画で紹介します。お皿に盛り付けるとこんな感じです。基本的に頭とトントロがほとんどを占めています。あと喉頭とブレンズと目玉があります。いただきます。今回は田園プラザ川場の川場アンバーエールを飲んでみます。群馬県内だと結構スーパーとかお土産屋さんとかで見かけることが多いビールです。色は濃いめの銅色で無ろ過のため少し濁りがあります。カラメルのような香ばしい香りとホップの程よい苦味、口に含んだ時に感じるほのかな甘みがちょっと大人なビールですね。温泉から出た後とかに浴衣でゆっくりと飲みたくなる、そんなビールです。それではお肉を焼いて食べてみましょう。まずはトントロから。脂が乗っていてこの噛むとじゅわっと口の中に広がる感じがたまらないですね。今ではどこの焼肉屋でも見かける定番の部位ですね。次は喉頭と頭を焼いてみます。いつ食べても頭って安定してますね。誰にでも好かれるクラスの人気者って感じです。敵がいないです。次は喉頭です。あの頭からこの2枚分しか取れないってすごく貴重な部位ですよね。大事に食べなくちゃです。コリコリしてて美味しい。次は自分も初めてな部位ですが目玉を焼いてみます。これが本当の目玉焼きですね。頭骨を仕入れることってよくありましたが、いつもそのまま煮込んでいたので特に目玉を食べることはありませんでした。マグロの目玉も食べるし似たようなものですよね。では
は食べてみましょう。もっと中が苦いのかと思いましたが、ほとんど味はしません。かなりゴムっぽいというか、最近食べた部位で近いのは豚の膀胱に近い噛み切れない食感しています。ちょっと例えが悪くてすいません。最後にブレンズを焼いてみましょう。網だとくっついちゃうのでスキレットで焼きます。久しぶりに豚のブレンズ食べましたが、美味しいけど好んで毎回食べたくなるものではないです。この前食べたアヒルのブレンズの方が個人的には美味しかったです。なんだろう、ちょっと豚のブレンズは柔らかすぎるというか、食感が物足りないですね。改めて顔から分割して食べると生き物を食べてるなって感じがしますね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。豚の顔の分割いかがでしたか？なかなか普段見ることがない作業ですが、何かの参考になれば嬉しいです。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。